こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回ネタにするバイクは、川崎の Z650RS だ。おう、日本で一番売れている Z900RS の射程バイクですね。最近人気のヤンキー漫画に反応した感じかな？いや、全く関係ないですよ。それに Z650 はリベンジャーズ世代よりもう一つ前だし。青月電子台の視聴者さんたちにはドストライクで、おっさん世代には馴染みのあるデザインだけど、若い人には新鮮に見えるであろう、川崎魂満載のグリーンなバイクを考察していくぜ。これこそ、魂レトロボリューションだ。惜しい。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、Z650RS って。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。スペックは UK 仕様を参照しています。国内導入予定時期は、2022年春頃って話ですよ。じゃ、輪締め、か。1、Z650RS って。川崎定番の並列2気筒エンジンを積んだネイキッド、Z650 をベースに、1970年代にザッパーの愛称で人気だった Z650 をオマージュしたバイクだな。で、Z650RS と？でもなんで RS ってついてるの？それなら普通に Z650 でいいじゃん。いや、そこは同じ名前でストファイ系で凄みデザインのバイクがいるからな。W シリーズや、最近復活した目黒みたいに、レトロ路線で下走っていれば、胸を張って Z650 って名乗れたんだろうけどな。それに、Z や忍者は時代の先端を追っかけていったモデルだからな。でも、今の時代だからこそレトロもやりたいし、悩んだ挙句の RS じゃないのかな。じゃあ RS はレトロスポーツってこと？それでもいいけど、せっかくレトロボリューションってキャッチコピーがあるんだから、その略ってことでお願いします。そうですね。そうやって覚えておきましょう。でも、こうしてなんか関連付けないと、すぐに忘れてしまう主の記憶力が心配ですよ。余計なお世話だ。で、Z650RS のスペックだけど、Z650 とほとんど同じだぜ。兄弟車ですからね。で、兄弟といえば Z650 は、忍者650とも兄弟なんだぜ。へえ、そうなんだ。どちらもパラツインエンジン搭載で、キャスタートレイル、ギアレシオなどの基本スペックは共通だ。ちなみに車両形式も同じだ。ということは、忍者650のネイキッド版の Z650 を、レトロスポーツに仕立てたのが末っ子の Z650RS? ってこと？なんかややこしいけど、そうだな。でも実はな、650シリーズにはもう一人兄弟がいてな。まだいるの？ ER6F っていう名前でな。あ。こいつはな、コスパが良くてなかなかいいバイクなんだが、発売当時はパッとしなくて。なんか未来的な名前ですね。で、忍者に改名した後から、人気が出始めてな。でも、何が ER なの？救命救急なの？社名の由来は、エンジンの原動機方式 ER650X から取ったみたいだな。で、この変わった名前と、オフセットレイダウンリアサスペンションって珍しいサス、ショートマフラー。確かにこの時代には珍しい。主的にはめっちゃ気に入ってたデザインだったんだぜ。忍者の面影も少し感じますしね。で、話を戻すと、社名といえば、元祖Z650に愛称があってな。ザッパーですよね。もちろん知ってますよ。ザッパーってあれでしょ？ソルバルーがガンプと戦う時の対空攻撃武器でしょ？バキュラにザッパーを256発当てると破壊できるってやつでしょ？それはゼビウスだし、ガセネタだし、ザッパーっていうのは、風を切る擬音 ZAP ザップから作られた造語らしくて、街中を颯爽と突っ走るっていう意味で、軽量でパワーがあるバイクのことを連想させる言葉なんだぜ。この愛称で大ヒットした川崎空冷4発エンジンバイク、Z650 のデザインをオマージュしたのが、Z650RS だ。へえ、初耳でした。だろうな。Z650 は1976年に登場したバイクだし。川崎は、こうした過去に一時代を築いたバイクに魂を吹き込んで、現代に蘇らせるのはお手の物だ。復活の Z900RS や目黒だけでなく、W800 みたいな昔のデザインを大切に継承しているバイクもありますしね。ちゃんと時代に合わせて、な。もちろん中身は今の技術に置き換えられてるから、バイクのデザインが好きなら、一生の相棒になる気がするぜ。レトロデザインは、時間が経つほど味が出ますからね。だな。で、Z650RS の PV では、川崎のレトロボリューションなバイクに込めた思いも感じることもできたぜ。どんな内容なの？ PV では、男性が Z650RS に乗って、いろいろな場所を訪れるんだけど、その先々で、いろんな人々と出会うんだよ。出会った人たちとはチェスをしたり、お店でショッピングしたり、踊ったりして、その一時を楽しむんだ。別れ際に、その人たちの思い出の品や宝物をもらったり、施してもらったりする。メガネやスカーフをもらったり、ジャケットにペイントしてもらったりしてますね。で、その男性はそのアイテムを身につけることで、思い出を自分の一部として取り込んでいく。そして最後は、意中の女性とカフェに向かうって話だ。ふむふむ。
で、それとレトロボリューションと、どんな関係があるの？今ではちょっと古くなったなって感じる趣味やものがあるけど、それを楽しむ人にとっては、古いとか新しいは関係なく、いわば宝物だな。いろいろな思い出に触れた男性が女性と出会い、また新しい思い出を作っていく。過去に触れ、学び、未来へ進化しながら、物語を紡いでいく。時が経っても過去は忘れない。川崎のラインナップには、そんなブレのない強い意志を感じるぜ。それが Z650RS のキャッチコピー、レトロボリューションの意味ってことですか？だと感じた。思いつきでレトロ風バイクを作ってるわけではない、と。そうだ。世界が続く限り、川崎のレトロボリューションは続くってことだ。なんか一人で盛り上がってます。ま、個人的解釈なんで、そっとしておきましょうか。そんなことを思いながら、Z650 のスペックを考察していきたいと思う。2、スペック考察。カラー&デザイン。Z650RS のカラーリングはこんな感じだ。キャンディエメラルドグリーン。メタリックムーンダストグレイ。メタリックスパークブラック。今回のグリーンは、いつものソリッドなグリーンじゃないんですね。メタリックのグリーンなんて、なかなか採用できませんよね。S660 か川崎勝手ぐらいで、Z650 と名乗るからには、このカラーはお約束だな。1976年モデルが採用してたカラーのオマージュだ。ムーンダストグレイは、落ち着いた雰囲気だ。ブラックのデカールとオレンジの差し色が今風でおしゃれですね。トラッカー風かな？メタリックスパークブラックはシンプルでいいですね。どのカラーも、一目見たら川崎を連想させる配色です。エンジン。エンジンは 649cc、水冷2気筒 DOHC だぜ。排ガス規制はユーロ5対応済みだ。最大出力は 50.2kW8000rpm、最大トルクは 64Nm6700rpm だぜ。Z650 系でおなじみのパラツイン、アシスト&スリッパークラッチ装備で、エンジンスペックもほとんど同じですね。国内では関係ないけど、欧州での A2 免許出力 35K 以下に対応させるため、出力制限キットも用意されるぜ。Z900RS では、空冷エンジンの冷却フィンをイメージしたデザインが施されてたけど、Z650RS にはないみたいだ。ちょっと残念。燃料タンクは12リットルで、燃費は約 22.22kL だから、航続距離は約 266km だな。これもちょっと少なくて残念ですね。Z900RS の航続距離は 340km ぐらいあったのに。なんで？この仕様も、初代 Z650 のザッパーなバイクという愛称に由来するらしいぜ。ゼビウスの、それはさっき聞いた。ザッピングって言葉があるだろ？あ、テレビのチャンネルを次々と変えるやつね。で、結局何見るか決まらないやつ。ちょっと違うが。ザップには素早く動くって意味もがあって、低回転でトルクフルに味付けされたエンジンと短いマフラーで、軽量なバイクをイメージさせている、ってわけだ。ちなみにベースモデルの Z650 は、重量は 189kg で航続距離は 354km だ。Z650RS と比べると 2kg 重くて、航続距離は約 100km 長くなる。それなら 100km 長く走れる方がいいな。そこは悩みどころだな。で、Z650RS と Z900RS の燃料タンクを比べると、タンク両側の膨らみが少なく、シュッとしてる。スッキリ感が出てる感じだけど、その分タンク容量がちょっと減ったんじゃないかと思う。ほんと勘で話してますね。要はデザインを優先した結果じゃないかな、って思ってる。このコンセプトが果たして受け入れられるのか、興味が湧いてきますね。車両サイズ、足回り。サイズは、全長 2065mm、全幅 800mm、全高 1115mm だな。重量は 187kg だぜ。シート高は標準の 820mm と、ローダウン仕様の 800mm がある。日本向けはローシートが標準になるって噂だ。足つき問題は気にしなくて良さそうですね。フレーム形式はダイヤモンドだ。よく見ると、Z650 と少し形状が変わってるような気がする。ブレーキキャリパーは普通のマウント方式だが、ブレーキディスクはペタルタイプから新円タイプに変更されてる。ホイールも真横から見るとワイヤースポークホイールかなって思うデザインに変わってるな。Z650 と兄弟といっても、やっぱり色々変えてるんですね。デザインへのこだわりを感じます。サスペンションはフロントは成立、リアはリンク式モノショックだ。これはいつものやつですね。使用装備。電子制御系は搭載されてないな。変わりどころとしては、リラックスしたライディングポジション、多機能 LCD を備えた2眼アナログメーター。エコ走行を知らせてくれる、ライディングインジケーターがついてるってぐらいかな。価格。この価格の微妙な差は？カラーの違いだな。ブラックが7549ポンド、グリーンとグレーが7699ポンドだ。細かい価格設定ですね。タンクの大きなデカールや、リムストライプの手間賃だろうな。スペック考察は以上だ。最後はライバル比較だぜ。3、ライバル比較。さ、ライバル比較動画行くか。今回の車種はこちら。スズキ SV650、ホンダ CB650R、ヤマハ XSR700。このモデルを選んだ理由は？
各メーカーの解雇モデルってことで。じゃ、比較していくぜ。価格。Z650RS の価格は有形価格の日本円換算価格ですよね。多分こんな価格にはならないと思いますが。だな。なんで、もう少し踏み込んで邪推すると、先に発売された Z900RS は 138.6 万円、ベースになった Z900 は 114.4 万円、差額は 24.2 万円だ。で、Z650 の国内価格は 84.7 万円だから、差額を加算すると105万から110万円ぐらい。それでも、結構高くなると予想しましたね。強気の川崎だからな。ま、安くなるのは大歓迎だぜ。鈴木好きなら SV でってことで、相変わらずフレンドリーな値付けですね。サイズ、重量、シート高。XSR と Z650RS は同じようなサイズ、重量だな。燃料タンクの素直なデザインだし、ショートマフラーだし、見た目でもコンパクトってことがよくわかりますね。タンクから続くボディラインも直線的で、レトロな雰囲気もありますね。シート高はいつも通り鈴木が一番低い。相変わらずフレンドリーな高さだ。性能は置いておいて、サイズ感や価格のとっつきやすさは、鈴木社の特徴ですね。性能置いとくな。ま、重量はあるけど、このシート高なら無理せず扱えそうだしな。エンジン、燃費。で、燃費も SV が一番だな。航続距離も372キロってことで十分だぜ。フレンドリーな。それはわかりました。Z650RS の航続距離が短いのは、コンセプト通りですね。CB はエンジン出力を考慮すれば、燃費はかなりいい方じゃないですか？そうだな。12000rpm で95馬力、リッター 21.33 キロだしな。回転を落として燃費を稼ぐ方向には、絶対行かないホンダだぜ。主要装備。このクラスでは CB の装備が充実してるな。650クラスって電子制御が採用されてる車種はまだ少なく、素で楽しむバイクって位置づけですよね。価格と性能とサイズのバランスが最強のクラスだからな。これ以上の車格になると、一気に価格が上がりますしね。やっぱり、何もつけないってのは、すっきりしてていいな。絶賛価格破壊中でおなじみのヤマハも、まだこのクラスはすっぴんバイクを守ってますが、今後ヤマハとホンダがどう動くか、楽しみだな。じゃ、ライバル比較はこんなところだ。で、今回のお気に入りバイクだけど。もちろん、どこから見ても川崎車、Z650RS ですね。昔の Z650 は見たことも乗ったこともないけどな。川崎の一時代を築いたバイクを、ちゃんとラインナップに残していくって新域にやられました。主もいい年だし、RS シリーズを購入して、大事に乗っていくのもおつな趣味じゃないですか？ま、こうした普遍的な形が、一番落ち着くしな。どこでも見かける、なんて言わずにね。と、言われたので、Z900RS を検索してみたんだが、すでに標準価格では売ってない、グーバイクはプレミア価格状態だ。結局手が出せない、主でした。さ、お次は青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。今回は、あれだな。そうです。やっと鈴鹿サーキットでモータースポーツイベントが開催されるんです。なんと、イベント名は、モータースポーツジャパン2021 in JAF 鈴鹿グランプリです。どんなイベントなの？オールドフォーミュラカーの展示、ラリー車の展示、e スポーツの体験ブースなどが予定されていますね。バイク展示はあるかどうかはわからない、ですけど。あら、そんなのこの際、関係ねえ。このイベントは、スーパーフォーミュラ最終戦、第20回 JAF 鈴鹿グランプリと閉鎖イベントで、チケットは10月10日から販売予定ですね。感染対策をしっかりして、久しぶりに鈴鹿でモータースポーツの風を感じましょう。で、主は誰と行くの？多分、一人だな。おっさんの趣味には、誰も付き合ってくれないのですよ。子供たちはモータースポーツより、任天堂スイッチだな。今回のお話は、以上になります。では、今回はこの辺で。それでは、See you!